はい、皆様ごきげんよう。お姉様系作曲家 VTuber のバルコちゃんです。キラキラ。さて本日もやっていきましょう。バルコちゃんのズボラ DTM。はい、じゃあいきなりだけど今日のテーマ出しますね。ででん。コード分解入門、編曲可能な音の捉え方。イエーイ。皆様ね、コード分解って聞いたことあるかしら。なんか難しそうな感じするわよね。でもね、実際奥が深いから突き詰めていくと本当に学問の領域になっちゃうけど、表層をさらうだけでもいろいろなことができるようになる万能な考え方だから、ぜひ伸び盛りのクリエイターさんたちにこそ知ってほしい考え方です。はい。ちなみに本日の内容はダイアトニックをある程度理解している方向けになるので、ダイアトニック is 何って感じの人にはちょっと難しい部分があるかもです。はい。じゃあそうね、まずは軽いアクティビティから入りましょうか。そしたらここに F メジャー7というコードがあります。このコードをあえて別の表記にしてくださいって言ったら皆さんはどう書きますか？今回はルート音の変更禁止でお願いします。はい、じゃあよかったらね、一時停止とかして10秒くらい考えてみてください。はい、いいかしら。じゃあ10秒経ったという体で進めていくんだけど、まず F メジャー7の構成音ってみんなパッと言えるかしら？言えるわよね。そう、F メジャー7の構成音は F A C E パラドメよね。はい、ここまでは大丈夫だと思います。で、あれコード名のでっかいアルファベットってルート音によって決まるじゃない？今回はルート音の変更禁止だから、コード名に F がつくの確定よね。なので、トリマ F はい、そしたら残りの構成を見てみましょう。A、C、E が残ってるわよね。これイタリア読みに直すとラドミなわけだけど、あれラドミって a マイナーのトライアドじゃねって思った人、そういうお話なんです。整理すると F メジャー7って F というルート音の上に a マイナーが乗っている状態、つまりは a マイナーオン F と解釈することができるのよね。ピアノで見ると分かりやすいかもしんないわね。そう、F メジャー7の基本形を弾いてる時って左手ではルートの F を押さえて、右手で a マイナーを弾いてるような状態になってるわけなのよね。ちなみにこの時右手で弾いてる上物の音のことをアッパーストラクチャーという風に呼ぶので、編曲に興味のある方は覚えておくといいと思います。で、じゃあ a マイナーオン F だから何なのよって話だと思うんだけど、そう、これね、実用していくとなると結構いろんなことができるようになると思うんです。例えばね、じゃあ一人で弾き語りをする機会があったとして、譜面に F メジャー7って書いてあったら、ちゃんとファラドミって弾かないとだけど、これがバンドサウンドだったらどうかしらっていう話で、例えばベーシストさんが F を鳴らしてる時に、ギターの人がね、a マイナーのトライアドを弾いても、バンドサウンド全体としては F メジャー7が鳴ってるってことになるわよね。いや F メジャー7なんて抑えるの簡単なんだからちゃんと弾けよって思った人は、その通りなんだけどちょっと甘いかもしれないわね。例えばギタボがね、そのギター初心者さんだったりする場合、リアルなシチュエーションだと、例えば音楽もののドラマとかで、劇中歌を役者さんがギタボでやったりする時とかなんか、やっぱりね、コードチェンジなんて少なければ少ないほど嬉しいと思わない？そう、だから仮にね、じゃあ a マイナー F メジャー7 D7 サス2 E7 っていうコード進行があったとしたら、このギタボの人は最初3つのコードの時は a マイナーを弾いてても一応大丈夫なわけよ。どう？これってさ、クレバーな考え方じゃない？で、今のはねちょっと消極的な使い方だったかもしんないけど、例えば他にも、アニソンみたいな音数の多い楽曲のアレンジをするときに、音がごちゃつかないように考えるときにもこのコード分解っていうのは使えたりします。例えばちょっと単純だけど、ギターはルートと5度のパワーコードで、ベースの補佐をしてあげる感じで入れてあげて、ピアノでちゃんとファラドミのコードを出してあげる。そしてストリングスとかシンセでアッパーストラクチャーの音を意識したフレーズを弾くことでもっさりしなくなるわけよね。で、これ最後にするけど、さらに応用でね、逆算して複雑な響きを作ることもできるわけよ。例えば今のアニソンの話だとリードギターいなかったけど、リードギター入れるときに F から見たナインスの音である G の音をオクターブ奏法で入れてあげたらどうなると思いますか？バンドサウンド全体で聴いた時に F メジャー7のナインスっていうコードになってるんですよ。そうするとアレンジメント全体で見た時には
初心者さんが敬遠しがちなテンションコード使えちゃってるっていうことになるのよね。で今は楽器のねお話をしちゃったけど、歌のメロディーがテンションにいっているということも結構あったりするので、意外とみんな知らないうちにテンションノート、もしくはテンションコードという概念を、使っていたりするんじゃないかなという話でございました。そんな感じで本当に奥が深いから表層をさらうだけでも結構長くなっちゃったけど、また今度応用編としてより詳しい内容の動画も出せたらなと考えております。バルコはねもともとギター弾けなかったんだけど、ギターのカッティングとかソロとかもこのコード分解のおかげでできるようになったと言っても過言ではないので、まだまだいろいろ語れることがあるんです。じゃあ今日の動画はここまでにしようかしら。概要欄に練習問題を一つ貼っておくので、答えが分かったらぜひコメント欄に書いてみてください。この動画の内容を少しでも面白いなと思ってくださった方、バルコってなんかいいなと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは See you next time! バイバイ。